自分の理想像を自分の性格だと思ってしまう人についてお話しいたします。まず自己分析というのは自分で自分のことを分析するものだと思っていらっしゃる方が多いと思います。もちろんそれはそれである一面を見ることはできます。多くの学生の方と、社会人の方でもそうなんですけれども、話していると自分の性格と、自分が思っている性格が全く逆の場合というのがよくあります。それは、自分で自分を見ようとすると、大きく見誤るということもよくあるということについてお話しいたします。実際にあった例をお話しいたします。ある人は面接対策のために自己分析をしていたんですけれども、その人は自分はコミュニケーション能力が高く人と話すのが好きだというふうに言っていたんですね。である程度話していると分かるんですけれども、実はこの人は全く逆の性格だったんですね。その人は私から見ると黙々と何かに取り組むことは得意なんですけれども、そして身につける能力も高いんですが、いわゆる人と話すことを苦手としているというふうに私は分析していました。このように180度全く違うという場合というのもちょくちょくあります。おそらく本人の気持ちとしては、無意識のうちにありたい自分を言ってしまったということが考えられます。このことというのは実は性格診断などを何らかのウェブなどで行った時にもよく起きるんですね。いわゆるイエス・ノーだったり5段階評価でよく思う、そう思わないといったところで、分析をしていくときに、自分だったら本当はそうしないのにそうする自分でいたい、そういうのを選ぶことによって、いわゆる理想の自分が自己分析として、ツールなどでも出てきてしまう、こういうことはよくあるんです。特に、プライドがですね高かったりしますと、自分のありたい形を自分像だというふうに考えてしまうことがあるんですね。でこういった人にですねこのことを伝えるというのはすごく難しいんです。なぜならですね、人は自分の信じたいことを信じるからです。でこの人の場合はそのコミュニケーション能力が低いということを認めたくないわけですね。こういった分析は本人ともちろん話すことでも分かりますし、どのように普段学校や社会で生活を送っているかなどでも分かります。あと、その人と共通の友人だとか、知り合いがいる場合はその他の人から、どんな感じなのか聞くことで話が分かったりすることもあります。で実はですねこれ逆もありまして、今お話ししたのは自分が苦手としていることを得意なことだというふうに認識してしまっているという人がいましたが、その逆に本当は傍から見ればその人はすごく得意なことなのに自分にとっては苦手なことだというふうに思ってしまっている、こういったケースもよくあるんですね。真面目な人に多いんですけれども、自分は全然できていない、周りの人の方がもっとできているという認識で比較対象をかなり高いところに置いてしまっている場合なんですね。そのために自分はまだまだだから自分はどちらかというとかなり苦手な方だろうというふうに考えて、実はでも普通に平均的に見ると非常に高いレベルにある、そういった能力を持っていらっしゃる方ももちろんいらっしゃるわけです。そういった意味ではその自分の短所と長所を取り違えているということですね。自分傍から見れば非常によくできているのに自己認識が低いために自分は苦手だと、自分の短所だとむしろ思ってしまっている、こういったケースですね。でまずなぜこのようなことが起きてしまうかといえば、それは一人でやっているからなんです。自分でやっていると比較対象がないためになかなか本当に自分が周りに比べてどうなのか、うまくよくできているのかうまくできていないのか、そういった違いということが分からなくなるんですね。実際ですねこちらに来ていただいた場合にはですねそういった、客観的に見てどうなのかということを今まで何百人とね
実際人たちと接してきていますので、自分が例えば記憶力がいいのか悪いのかとか、判断、または、1回に聞いてですね話を飲み込む力だとか、いわゆる理解力ですとか、そういったところを客観的に長所短所と見ながらお話しすることもできます。そして、志望する分野業界が分かっていれば、こういった分野その中で何が長所だということを、実際就活や転職活動などでですねどういったところを強めて話したらいいかということをお話しすることができます。また今お話ししたように、私たちのような第三者が見るという方法もあるんですけれども、それ以外にも一人ではなく、いわゆる友人ですね、友人とやるというのもいい方法です。その友人とやるときに注意しなければいけないことは、自分はお互い何でも話し合える間柄だと思っていても、実は相手はそうではないという場合もあるんですね。ですので相手はすごく気を使っていて、実は言いたいこと言えていなかったなんていうこともありますので、友人とやる場合にはもちろん第三者といった意味で非常に有効な方法ではありますが、そういったこともあります。また友人に限らずですね、先輩だとか後輩だとかに意見を言ってもらうということ、自己分析ですね。自分はどういうふうに見えているのか、何が得意で何が苦手かということをですね、答えてもらうというのもすごくいい方法なんですけども、そういった他人の分析が得意な人と苦手な人もいますので、実際、話を聞いてみると全然違う分析をですね、する人というのもいますので、それも一つの意見にはなるとは思いますが、これも他己分析が得意な人と、また実は自己分析が得意な人とそれぞれあるんですけどもね、その点も注意が必要です。あとそうですね、どういった人が、得意な人、他己分析、他人の分の分析ですね、が得意かというと、長男長女、いわゆるあとは親分肌の人、特に長男長女といっても一人っ子ではなく、兄弟がいる方がいいですよね。そういった人だと、親分肌の人はまず普段から他人をまとめる、たくさんの人をまとめるということをやっていますので、自然とこの人はこれが得意だなとか、この人はこういうことを任せようという分析を客観的に、自然にやっているわけですね。そういったところを見ていることで、人の凸凹というのをまず自然に捉えることができていますので、また長男長女、兄弟のいる長男長女は幼少の頃より身近な兄弟を見てきていますので、そういった何人かの中で自分の位置がどうなのか、他人の位置がどうなのか、またそういった友人たちがいると、いわゆる上の世代だとか下の世代、兄弟がいるとですね、初めから多くの人と接する機会が多いですので、そういったところでも、分析が得意になりやすいです。そもそもですね、そういったことに当てはまらなくても他人に興味がある人というのは、人の分析というのは非常に得意な人というのもいますね。次に親に相談する際の注意点なんですけれども、親は多くの場合、小さい時のことからよく知っていますね。自分のことについてですね。もちろんですね、スズメ100まで踊り忘れずというように、小さい時の癖というのは大きくなっても変わらない、そういった部分ももちろんありますので、親の意見というのは参考になる部分ももちろんあります。ただ注意しなければいけないのが、親も子供を完全に理解しているわけではないんです。親は距離が近すぎるんですね。そうすると本当の長所や短所を見落としている場合もあるんです。なぜならば、その親にしても当然ですが価値観があります。ですので、自分の子供はこうあってほしいだとか、こういうことは長所ではないというふうに価値観というフィルターを通すことによって、またその子がすごくいい面を持っているとしても、その親から見た時はそれはとても高い価値があるとは思えないために、それを長所とは見ていない、そういった場合もあるんです。また親だからこそ、いわゆる本当はそれほど子供がそこを得意な点ではないのに、親が信じたい点、強調したい点
を強調してしまう、それが長所だと思ってしまうということがあるんですね。一般例で言いますと、母親というのは生まれた時から、そばにいてよく知っているけれども、客観視することが難しい。父親は客観視はできるんだけれども、あまりよく分かっていないということも多いんですね。これはただね、それぞれのね家庭によっての、距離感というのは違うと思いますので、一概にはもちろん言えません。親にしてもですね、友人にしても、それぞれ皆分析が得意な人、苦手な人もいますので、それぞれですね、どういった人なのかという人それぞれを見ながら、意見も取り入れていくといいです。まず、身近な人に聞く。自分が今例えば実家から通っていれば親に聞くのが楽かもしれませんし、友達と一緒によく話すということであれば友達に聞いてみる、それもすごくまず大事なことですので、まずはそこの一歩、自己分析、自分はどう見えるのか、何人かに話を聞いてみると参考になることも多いです。ただ繰り返し先ほどにもお話しいたしましたが、自分が信じたいことを人は信じます。自分が信じたくないことを信じないわけですね。そういったフィルターを誰しも持っているということを踏まえて、自己分析に当たってもらえればと思います。今日はここまでにいたします。